はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は1月22日新月までのタロットリーディングをさせていただきます。星の動きに関しては前回たっぷりお話ししましたし、あとなおかつこちらのカフェラノートにもたくさん星の動きや情報書いてありますので、よかったらそちらを参考にしてください。この辺に出ている画像から詳細ページに飛びます。はい、それでは早速いきましょう。1月22日の2日までのタロットリーディング、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。1月22日までですね。はい、ジャッジメントです。カップ8の逆、ワンド8の逆、そしてワンド4逆、ソードエース逆、カップ5逆、はい、ワンドナイトセージですね。そして対策や注意することがワンド3の逆と太陽の逆と、もう一つオラクルはソードナイト逆ですね。そうですね。ちょっとちょっとこれ、私の中で意図をちょっと変えまして、このオラクルとして出てるカードっていうのが、もうその時見ているリーディングの最も大事なカードとして設定してあります。チャレンジカードと言ってもいいですし、こうしていきましょうねっていう、メッセージとして捉えていますので、それがソードナイトの逆っていうのは、なんか、走りましょうみたいな感じで急ぎましょうみたいな、ちょっとやりましょうみたいなね、なんかそんな感じがしたんです。通常でしたらちょっとせかせかしてるとか、ちょっと急ぎすぎとかっていう感じなんですけど、チャレンジするカードとしてこれが出てるわけですから、ちょっと何かをね早くあのひっくり返しましょうよみたいな感じなんですよ。なんかこうホットケーキ焼いてる時に早くひっくり返さないと焦げちゃうよみたいな、そんな感じ。もう熱はあるし、バイタリティもあるし、チャンスもあるんだけど、早く一歩みたいなそんな感じがしました。うん、今とっても人間関係いい時だと思いますし、あともうね年明け、去年の年末から社会も明けてきてるので、本当にいい感じで熱してきてる、温まってきてる時なんですね。で、おそらくご自身もそれ感じているんじゃないかと思うんです。ここで復活のカードも出てますし、願っていたことが叶いそうみたいな、そういった期待もすごくありますし、状況がやっぱりちょっとここまでの中でちょっと動いたんじゃないかなと思うので、で、今そこで、よかったとか嬉しいみたいな、落ち着いてるんですが、カードはそのまま落ち着かないでねみたいな感じがあって、ちょっとここでソードのエースで気合い入れていきましょうっていう感じがあります。ちょっと私の中で気になったのが、ちょっと逆位置がとても多いんですね。で、私は逆位置を読みますので、ただ反対の意味として読むわけではないですが、何かがおかしいって感じなんですよ。これもし正地だったらもっと意気揚々と高々となんか明るくいくって感じなのに、あのなんか落ち着いてまあいいかって言って後からわーってびっくりするみたいな感じがあるので、いや今から行きましょうっていうね感じがしたんです。そしてあのその後もですね、じゃあ動いた後も自分が思ってるほど悪くないし、その後さらにまたやる気になるっていうのがあるんですね。これもしお仕事の話でいくと、今ちょうど契約とか仕事とかいいですから、お仕事探してますとか、ちょっとこういうのしようかなと思っている方は、そのうちみたいな感じで遠い未来っていうわけではなくて、すぐ動いた方がいいなっていう感じがしました。これがもし正地に変わるとしたら、これ私からという逆位置なんですけど、正地に変わるとしたら、ものすごい可能性を秘めた道が見えて、光に照らされているっていう、こう満たされているエネルギーが来てるみたいな感じでとってもいいんですね。でもこの光のエネルギーを受け取り全部受け取ってないっていうか、本当だったらもうちょっとで来るんだけどなみたいな感じなんで、これお仕事で言うと、例えばなんかもうちょっとゆっくりしてから職探そうとかって思って行って職探して後で職探してみると、締め切りいつまでだった、もうちょっと早く動いておけばよかったみたいなことにならないように、ちょっと急ぎましょうかっていう感じ。本当にそのうちひっくり返そうと思ってたら
焦げちゃったって感じになりそうなので、あの私が感じてるメッセージとしては、全然悪いわけじゃないんですけれど、もう少し注意深く情報や環境や自分が何するかどうしたいかという計画をちゃんともう少し注意深く見て動いていけば、もっとスムーズに焦らずいけますよっていう感じがしたんです。もちろん後から動いてるんですけれどもね、その時にみたいなタイミング逃したってならないようにしてほしいなと思いました。星で言うとね、1月13日からやっとそういう火星のエネルギーも巡行に戻るので、すぐ進みやすくなるんだろうなと思うんですけど、じゃあ13日過ぎてからでいいやっていうわけではなく、その前から調べておいてねみたいな感じがあります。はい、ちょっともう少し見てみますね。やっぱりちょっとオラクルですかね。ソードの6とペンタクスの2とワンドキングですね。これとてもいいですね。やっぱり流れは来てます。流れはゆっくりと背中を押してくれてるし、流れていくし、タイミングっていうのも定期的にやってくるみたいなのがありますね。ですのであのなんか本当にいつそのタイミングをつかむかっていう、本当にいつやりますかっていうこのタイミング見計らってるのかなっていう感じ。ただちょっとメッセージとして、ここでワンドのナイトが出て、ここでもワンドのキングが出ているので、今ちょっと難しいかなと思っても動いてみることとかチャレンジしてみることって、自分がキングになれる可能性ありますよっていうことなんでね、ちょっとここはマイペースでというよりは計画を立てて注意深く情報把握、状況の把握をして進んでいってください。でも全然明るいです。もう状況全然明るいです。はい、あえてじゃあ行きますかっていう形で頑張ってみてくださいね。それともう一つですね、ちょっと全体を通して気をつけることを見ておきましょうか。そんなにね、カードから見て気をつけることってあんまりないんですよ。悪いカードほぼ出てないというか、ただその逆位置っていうところで惜しいみたいな感じがあるので、はい、前もって注意深く見ていると大丈夫っていう感じですね。気をつけることね。はい。恐れですって。これも本当に心配しなくていいよっていうカードです。可愛い猫ちゃんもものすごい怖い凶暴なお化けに見えているっていうことで、それは自分の恐れから全てのものが怖く見えるっていう。心理学でも投影ってよく言われてますけど、柳の木、単なる柳の木なんだけど、怖いなとか思って通ってると柳の木がお化けに見えるみたいな、そんな感じだと思うので、注意していることとして言われていることとして言うと、この1月もう全体運としてはいい流れに入ってるし、蟹座の皆さん守られてるし、明るい兆しがある中で自分の中の不安っていうものにばかりに目を向けて、もうちょっと落ち着いてからとか、もうちょっとこうなったらっていうふうに言っていると、後からもうちょっと早くしとけばよかったってなりそうなので、そんなに心配すること今ないのでね、言ってくださいっていうのがメッセージでした。はい、最後もう一枚。はい、なんかジョイってもう喜びにあふれてるカードが出てるので大丈夫だと思います。楽しんでくださいね。はい、ということで今回ここまでにしておきます。また次回はですね、1月18日と19日あたりにこの新月からの流れをライブでタロットリーディングしようかなと思っていますので、ご興味ある方は、メンバーシップの方も覗いてみてください。メンバーさんにライブのご招待 URL をお送りしようと思っています。ではまた楽しい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。